はい、あやステーションです。今日は、ヨガで出た涙と I am here について話してみたいと思います。このタイトルだけ見るとちょっと何のこっちゃって感じなんですが、前回までに、メンタル回復のためのヨガについて話してきたんですけれども、あのーそうですね、先生を見つけてヨガを始めたっていうところまでお話ししたと思います。で、そこからですね、そうヨガを実際やってみてどういう効果があったかっていう話をしていきたいんですけれど、今こう認識しているそのヨガの仕組みっていうかどういう風になってるかっていうところなんで聞くかっていうところなんですけれども、私が思ってるのはですよ、一番簡単なのが深呼吸の例えでよく話をする、説明をするんですけれど、不安症の講座のところか、あそこでその人の仕組みについて学んだわけなんですね。で、その時に頭と心と体とビヘイビアがいろいろこう関連し合って、人になっているみたいな説明があって、で、それをもとに深呼吸の例えでやってみると、例えば不安であるっていう心の状態がありますよね。気持ちが不安である。そうすると体に出てくる症状として心臓がバクバクするみたいなのがあって、でそれが行動として出るときは挙動不審になってしまってうまくビヘイビアができないかったりとか、思考としてもなんか不安要素が強いから自分の身を守るような、考えがものすごく強くなってしまうっていうところだと思うんです。で、それを解消するためのやり方として深呼吸っていう体を動かす動作ですよね。体を動かす動作をすることで、心を落ち着ける。そうすると、頭も落ち着いてきて体もリラックスできるみたいなこういう仕組みになっていると思うんですけれども、だからこの場合は体を使って心に働きかけるっていうやつですね。で、それと同じ感じで、例えばヨガだったらこのポーズを取るとこういうメンタルに効くとか、なんか例えば、こういうポーズを取ると自信がつくとかリラックスできるとか、なんかそういうのがなんかものすごく細かく体系化されてるみたいなイメージです。でそうですね。で実際にそのセッションをやっていって、最初、4、5回ぐらいかな、多分2ヶ月ぐらいは何もなくって、もう本当に先生に言われた通りに体を動かすっていうことをやって、全然動いたりしてなかったので、体がものすごくなまってたので、それで動かすっていうのもすごく良かったですし、で、運動すればね、もちろんその体とかにもいいので、リラックスできたりとかにもいいので、それでいいなっていうふうには思ってはいたんですけれども、特になんて言うんでしょう、そのメンタル改善みたいなところはどうなのかなっていうのがあって、それでそうですね、4、5回目ぐらいの時になんかもういいかなみたいな感じでこれはもう置いといてカウンセリングに集中しようみたいな風に思ったんですね、一回。そしたらそこでそのびっくりするような出来事があって、それが今日お話したいことなんですけれども、いつも通りポーズをとっていってたんですが、そこで、何のポーズだったか、三日月じゃないな、戦士のポーズかな。ちょっと足を前後に開いてグッて腰を落とした状態で、手を上に上げる状態、この万歳して胸をグッて反らせるみたいな、なんかそういうポーズがあったんですね。で、それも多分何回かやってるんですね。だからその時もスムーズにできて、でそれをやってた時にうーっていう感覚がしたんです。
なんだろう、本当になんかもう泣きそうみたいになって、まあ普段だったらね、多分その普段だったっていうか今まではそういう風になったとしても、それを抑えてこう先生の言う通りにポーズを続けるっていうことをやってたと思うんですけれども、まあ、この時は本当にまあ1対1だったっていうのもあるし、もちろんそのまあお金を払って私のメンタルをどうにかするっていうことに取り組んでるわけですよね。だから自分に変化があったらそれをきちんとこう捉えて、見ていかなきゃいけないなっていうふうに頭が働いて、でそれ先生になんかちょっとみたいななんかうーってなんか気持ちがなんて言ったんだろうな、なんかそうですね、ちょっと気持ちがって言ったら先生が「あどうしたのどうしたの?」みたいになって、でなんか泣きそうですみたいな感じだったのかな、涙がみたいな感じのこと言ったのかもしれないです。でそしたら先生が「うんじゃあ止まって止まって」って、ちょっと座ってその気持ちに焦点を当ててみましょうみたいなことを言って、でやっぱりこう焦点当ててたらなんかもう涙がブワーって、で、まあ、頑張れば止めようと思えば止められたと思うんですけれども、もうこれは今はもうこれをやる時間だっていうふうに思って、でバーって涙を出したんですもう。で、その何が起こってたかっていうと、まあ、こうやってこう手を上げて胸を反らせてた時にここにこう胸のこの真ん中にこう太陽があって、でなんかこう左側からこうパーってこうなんだろう、日がなんか扉が開くみたいな感じで、そっから太陽の光がブワーって漏れ始めたみたいな、なんかそういう感覚があったんですよ。でそれを感じた時にブワーって涙が出てきて、で、それでこう出てきたワードが「I am here」だったんですね。そうでもうそれを先生に説明して、こういう風にねドアがこうバーって左から開いてきて、で光が太陽の光がバーって漏れ始めて、で「I am here」って出てきたのって「I am here」みたいななんか私ここにいるみたいな感じで言ったら先生がなんか「うんうんそうだねそうだね」っていう風に言ってくれて、でまあその後は、その気持ちに焦点当てて、でこうもう十分その気持ちをちゃんと味わって、で多分最後のヨガニードラとかもこうなんだろう、セレブレイティングな曲をかけてくれて、すごくハッピーな感じで祝福された感じのなんかやつをやったような覚えがあるんですけれども、でなんでこれが起こったのかっていうのをすごい考えた時に、あのー何の記事だったかな、悪夢の記事かなんかで書いたんですけれども、それまで私の中にあった一番の恐怖っていうのが、世界から切り離される恐怖っていうのがずっとあったんですね、私の中に。でまあそれがしょっちゅう見てた、しょっちゅうっていうか、定期的に見てた悪夢に現れていて、相手は結構いろいろなんですけれども、親とか家族とか前の夫とかそういう場合もあって、でなんかこう最初ちょっといじってくるみたいな感じで、なんかこっちも笑ってるんですけれども、それがだんだんこうしつこくなってきて、でやめろよって言い始めて、で全然やめなくっても向こうもヘラヘラしながらずっとやってきて、で私がもうめちゃめちゃ怖くなって、ものすごい言い返したり、もう最終的にもう殴ったりとかして、すごい力を込めてやるんですけれども、それが全く相手に効かなくって、向こうも全然平気でヘラヘラしてるみたいな。でそのうちなんか声も出なくなってきて、でなんか手も上がらなくなってきて、でどんどんあーってなってこううずくまって
あの体を起こすこともできないみたいな、なんかそういう悪夢を見て、それではーって目が覚めた時にもう汗びっしょりみたいな、なんかそういうのを定期的に見てたんですけれども、要するにその自分の存在がこの世界にこう認識されてなくって、なんか自分の存在がなくなるみたいな、なんかそういう恐怖が私の中にある一番の恐怖だったわけです。でそういうのにあのまあ対抗するじゃないですけれども、そのヨガのポーズをやった時に、自分がここにいるっていうそのなんか太陽ですよね。だからものすごく自分の自身みたいなやつが出てくるっていう感じがして、でそれで自分を発見したみたいな感じで、なんかこれ嬉しくってこうバーって涙が出たのかなっていうふうに今では解釈してます。で先生もね、そのあなたには結構強めのポーズをやってるから、そのメンタルに効く強めのポーズをやってるから、その感情にもなんか影響が出てきてもおかしくないよっていう風に言ってて、でなんかヨガすごいみたいななんかめっちゃくちゃびっくりして、ただこう体を動かすだけのものなのに涙が出るみたいな、なんか本当に効くんだみたいな、ね CBT のセラピストが言ってたことって本当だみたいなことを思って、それで続けようっていうふうに思いました。でそれでカウンセリングと一緒に、その時はそのトラウマ治療のカウンセリングでものすごく深掘りするっていうのをやってたんですけれども、それと一緒に2年間続けたっていうのがあります。で、後々お話しするんですけれども、結局そのアンジャナって先生なんですけども、そのアンジャナが私がその時ちょっと同時にカウンセラーも探してたんですけど、なかなかいい先生が見つからなくっていう話をしたら、私ものすごくいい人を知ってるって、ただでもあなたにはね、人それぞれだからあなたに会うかどうかちょっとわからないけれども、もしよければ会ってみるっていうふうに言われて、会ったのがその、彼女のヨガの師匠なのかな。で最初にヨガの先生を探した時に一番最初に連絡が来た人だったわけです。そうですね、そのもう自分はヨガを教えてなくてカウンセリングしかやったいんだって言って、えヨガの先生としてはお断りっていう人だったわけなんですけれども、でだからカウンセリングはそのカウンセラーで、ヨガはアンジャナで、どっち先にやったかな、多分カウンセリングを先に受けてその後にヨガをするっていう、なんか毎週金曜日だったんですけれども、その2人が近いんですよ。近かったので、うちから電車で行って、まずそのトゥリアっていうんですけど、トゥリアに会ってカウンセリングを受けて、でその時の気持ちを持ってあんじゃないの行くみたいななんかでそのカウンセリングで話したことを、こういうことがあってっていうのを話して、でじゃあって言ってそれについてこうヨガを組んでくれるみたいな感じで、ものすごくこううまく回るっていうか、頭からやって体からもやるみたいな、両方からこう心に働きかけるみたいなのをやったので、本当にトラウマ治療がだから、人によると思うんですけど、私の場合はその2年でいろんなことが、大体のことが片付いたっていう形です。それとこっちかなじゃあ今回はこの辺で。あやステーションでした。バイバイ。